こんにちは。わびチャンネルナビゲーター森前です。暮れも押し迫り、あと数日となる中、この季節になると、やはりお正月の飾り、皆さんのお部屋や書斎や玄関を飾る何か新年の彩りの鉢植えが欲しくなります。以前のわびチャンネルでもご紹介しましたが、やはりことほぎの飾り、古くは宮中や貴族の間でも、また500年前の信長の時代にもあったと言われる清瀬飾り、めでたい松や梅、いろいろなそのような季節ものを植栽して春をめでる、その清瀬飾りをご家庭の中でも楽しんでもらいたいものです。一つ今日は素材を使っての清瀬飾りの作り方をまたご披露します。お楽しみください。今回使うものは5種類。梅は非梅と呼ばれる赤い美しい小輪のものです。細身の木ですが、これがどのように変わるか。松は五葉松の通称大阪松と呼ばれる木のだいたいこれで30年経っている木です。この2本に対して左からヤブコウジ、コグマ笹、そして南天、みんな初春の縁起物や季節物としてよく使われるものですが、これを組み合わせて一つの世界、一つの風景を作ってみましょう。それぞれに入れるものに対してどのようなサイズになるか、根の状態と鉢合わせで見てみなければなりません。鉢で仕込んであるからこそきちんとした木になるわけですが、ここまで作るのが大変ですが、ここから一つ一つを寄せるには根をどこまで切り取ってあげればいいか。あまり根を切りすぎれば木が傷んでしまいます。その辺がこの冬植えのとても難しいところです。基本この木を2本どのような組み合わせにするかでその形が決まってきます。植栽はこの木2本の作り方によって変わっていきます。まず根元がどのようになっているかを軽く出します。正式な植え替えではありませんから、あまり掘り下げるような取り方ではなく、きれいに根元を出すという程度で結構です。きちんと鉢に入れて作ったものは根が荒れていません。数年根を作ったものはこのように植栽で小さくまとめ上げることも意外と楽なものです。畑で作ったり培養で大きな鉢に入っているものこそがやりづらい部分があります。極力根は取らないのが正しいですが、入れる鉢に合わせた姿に整えてあげます。一度この仕事をしたら春が来るまではあまり寒風や凍るようなところに置くことはお勧めできません。下に巻いている根がこれだけあります。この根は取り去ってしまうことになります。ここの中にある根で十分に盆栽は命をつなぎます。下準備としてこのような状態までにして、この後は鉢の中の植え込みによって土の場所を少しだけ取ることをします。松も同じことをしましょう。四国から来たこの木は赤玉土よりも砂利が多く使われています。スナメや砂利が多いものは特に根さばきの時に
その状態の確認が必要です。地方によって土が違うものですが、関東地方は赤玉が多く使われますが、関西に行けばこのように砂利植え、砂植えが多くなります。四角くなっているものが入れやすいように、まず角を取ってあげます。このようにやっていくときに、木がある程度の持ち込みがあれば、別のもっとした方法があります。角のいらないところをまずこのように隅切りといって、角を取っておくことで木の植える角度が決めやすくなります。まずこう取ってから根をほどいてあげると、意外と時間が早くできるものです。本当の植え替えですとこの根の下をきれいに取るものですが、とりあえず木寄せ飾りは一時的なものです。木寄せをしたからといってそのままの植え込みになっているわけではありません。植生が違うものが植わっていますから、また少し間を置いて3月の頃、4月にかけてにそれぞれを一つずつもう一度植え直すことが必要です。そのためには今は仮ほどきというほどきですから、あまり無理なほどき方はしない。その中でバランスが良くなるところだけを取り去ってやることです。今回はこの鉢を使おうと思います。ある程度の深さがあって、それでいてあまり重くない。それの方のが木が生えますし、水色の金葉などを使うよりもこのアイボリーの方のが冬は温かみがあります。松の緑、梅の赤をきれいに映してくれる対比の色としておすすめです。この鉢はなかなか釉薬のいいものがないので、私が中国の広東で古い窯をもう一度再興させて数年かけて作ったものです。松と梅が同じ大きさの時にはどちらかを強くどちらかを弱くということになります。このように2本があった場合、両方とも流れは持っていますが、梅を立てて松をやる、それとも松を立てて梅を流す、さあどちらがいいか、それは皆さんのお好みですが、やはり松を立ててみましょうか。その時には流れが必要です。この木の場合は木がこのように立った時に受けでこう入ってきます。その時には大変残念ですが、流れを殺してしまう部分を取り去る作業が必要になります。多すぎるところ、重いところを取って全体の流れを出すということが大切です。このような感じで流してみましょう。流して流して低くして松は高くして、そのための形を事前に作ってみましょう。植える角度に合わせて不必要なところを取ります。このように植える角度はこうだなと思ったところで、そこだけをきちんと取ってあげる。それによって木が自然にその角度に収まっていきます。この木の場合は今までこういうものだったんですが、それをこうすることでこうなっていきます。そして逆に上が出ないようにこちら側は上を取ってあげます。ほんの少しずつほんの少しずつが一番です。そして逆に松の方はあまり大きく取りません。少し低いぐらいです。ここで土を入れ始まります。下にゴロ土を入れますが、あえて松の方を高くして
梅の方を低くするという形をとります。培養土を軽く全体に引いて根が絡みつくようにします。ちょっと溢れるぐらいに松の方を上げます。ここから松を高さに合わせて仕込んでいきます。これぐらいでしょうか。そして梅がこの位置で入りますが、ご覧ください。この間がとても空いています。もちろん植栽でも隠れますが、できれば相追いといって寄り添うような形が欲しくなります。この松の合わせ部分を取り去ってあげます。もちろんそれに合わせて梅も合わせ部分を取り去ってあげます。それによって2つがさらに寄り添うようになります。もしどちらかが強く取らなければならないときには、なるべく梅の方を取ってください。梅は根の切り込みにも大変強いものがあります。松よりも梅を多く取る、それを心がけてやってください。基本的にこの形が成り立って、その上で他の植栽が入りますが、ここで一つの以前にもお伝えしたテクニックがあります。特別な押さえ方を竹を使って行いましょう。2つをきちんと1回竹で打ってつなぎ止めます。このようにすることで木は安定してここから縛り込みができます。ねじめといって木が動かないようにする、このきちんと根を止めるという作業は木寄せだけではなく盆栽の植え付けの時には何よりも大事なことです。それがゆらゆら揺れていると根も張れませんし安定もしません。しっかりとした引いて絞る、引いて絞る、基本の作業ですがとても大事なことで、ただただ絞ると針金はねじれて切れてしまいます。引きながら止めるということがとても大切です。なるべく引いて伸び上がったところを締める、引いて絞る、これが大切です。それによって緩みない絞り込みになります。この姿でやると皆さんはやらない方がいいですが、この状態になります。木を持っても全く鉢が動きません。この植え込みが大切です。さあ、基本的な姿が一応完成しました。最終的な調整はありますが、ここで次の植栽の植え込みに入ります。さて、ここからアクセントになるような植栽の植え込みになりますが、これが意外と大切なんですね。例えばこのヤブコウジ、千両万両ヤブコウジ、いろいろありますが、要は雪の中でも美しい葉を見せる、つまりどんな時でも実りの良いもの、そのようななぞらえを持っています。実が少し見えやすいように葉数を減らすことも大切です。葉を減らして実の温かみを出してあげる。わずかな作業ですが、それでよくなります。この根っこがどうしても巻き上がるので、これはほどきません。ほどかないで少しだけ切り落としてやる。あまりやるとボラボラになってしまいますので、それを上手に
植え込むということが大事です。例えばこの3つがありますと、この屋久島の小熊笹、これなどをなるべく小さくして、それを根元部分にちょっと添えてあげるだけで変わっていきます。根が巻いているので、一箇所の根を切ると全部がバラバラになってしまいますので、なるべく土を外しても根はほどかないでおいてあげると、ここの間が空いているように見えます。そこをまるで隠すようにアクセントで入れてあげることが大切です。根を切らずに潰す。もし切るときは筋だけを入れて根を外さない。そんなことも大切です。よいしょ。よいしょ。そしてこのように難を転ずるですね。縁起物ですけど、この赤いこの実を取るとき、これは種類的に根が切れるので、根を切って少し浅めにしてあげて、ちょうど後ろが抜けてしまいます。ここですね。やはりここに奥行きを出してあげたいので、ここに難点を入れて色を与えて、そこの空間の止めにしてあげます。それによって風通しが良すぎる部分を防ぐことになります。こういう時もほんの少しでもある程度抑え込んであげるということが大切です。ここに一つ低く赤が入ることで木に奥行きが出ます。右左どちらに入れてもいいのですが、今回は右手に入れたいかなと思います。その右手に入れるとなるとこの大きいものがいらない。それでここの根元にほんの少し前に来ると鬱陶しいです。後ろからちょっとこう覗かせてあげるというような形が良いかと思います。基本的なバリエーションはこれですが、ちょっと物足りないという時にちょっとお待ちください。フキノトウ、今年も芽が出ますように、宝の玉が増えますようにという芽生えの印ですが、たとえここに一つでも入ると違います。フキノトウはある程度根を押さえても丈夫な種類です。植え込みに必要な分だけ縮めて、その上でこの甘皮を剥いてあげます。こちらにも小さいものがあります。これも愛らしいものです。それを剥き込んで、ちょっと春の兆しを出してあげます。これがあるだけでもまるっきり景色が変わっていくんですよ。こんなに切って大丈夫なのと言いますが、十分にこれで生きるものなんです。かえってこちらに強さがありますから、ここの止めが欲しくなります。その時には縛り込んでますから、これ以上根を取らないで、くさび入れという取り方でフキノトウがそこに収まるようにします。よいしょ。ここに一つ入るだけで左側の空間が埋まっていきます。このような感じが姿になります。さて、これで少し土を入れましょう。仮寄せですので、あまり本格的な根を収めることはいりませんが、それでも軽くは間に土が入るようにはしましょう。本来の植え替えのようなきついことはしなくても結構です。軽く入ったという形で木寄せ飾りは十分です。最終的にこのようにした後で大切なのが、張り苔という化粧苔を張り込むことです。やはり新年の飾りに土が見えるのは、家の中に飾り込むときにあまりよくはありません。昔の茶人は鉢物を座敷にあげるときには土が見えぬようにとしたそうです。これは今でも変わらぬことです。
それではここから水をかけ、そして苔を張り、そして最終的にほんの少し松の姿を直してあげる。そこへ持っていきたいと思います。しばらくお待ちください。盆栽や盆栽園の下に生えている苔を大切に薄く取って、このように湿度を与えて保存すると、これが大切な清瀬飾りの衣装になります。このようになったものをその場所に合わせてずっと張り込んでいってあげるんですね。それによってまるでもともとこのように生えていたかのような世界が生まれます。こうするだけで全然イメージが変わってくるもんですね。苔というのはとてもありがたいものです。先ほどまで培養の鉢に入っていた松、梅、南天、ヤブコウジ、コグマ笹、フキノトウ、彼らが一つの鉢に入って奏でる姿は、まさに春を迎える迎春の飾りとなりました。いかがでしょうか。このように何か一つの平らな場所、もちろんサイドテーブルでも書斎でも下駄箱の上でも春は来ます。床の間だけが盆栽の飾りではありません。明けましておめでとうと言ったそこにこの世界があるのはどうでしょうか。隣に巣ごもりの鶴、つまり卵を抱えた鶴、次の年の新しい命を生むというめでたさがあります。このようなものを隣にちょっと置くだけで華やぎは変わります。そして隣にちょっと格調の高い能の大きな新春のことほぎの舞を置けば、まさに宮中の世界と同じものがここに浮かび上がってきます。そして少し小さめのまさに詩人が2人酒を酌み交わし、春の宴を松と梅の花咲きを待って繰り広げる。さあ今年も良い年で乾杯。こんな席もいかがでしょうか。いかがだったでしょうか。どなたにでもどのような場所にでも、極端に言えば会社の年明けの仕事始めのオフィスや受付にでも飾れる席。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。まさに皆さんをお迎えする席として手軽なものをご紹介しました。わびチャンネル、今年も1年数多くの皆さんに内容をご提供しましたが、大変お世話になりました。ありがとうございます。ぜひ来年もこの梅が咲くように皆さんとさまざまなものをご提供して交流をさせていただきたいと思います。ぜひチャンネル登録をなさって、昔のもの、今のもの、そして来年のもの、お楽しみいただければと思います。どうぞ皆さん、良きお年をお迎えください。ご視聴ありがとうございました。